こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。先日、鈴鹿8体を見に行ったんですけど、イベントブースでトライアルバイクのデモ走行をやってたんですよ。ほうほう。バイクがあんな風に動くなんて、びっくりでした。SS で風を感じるのもいいけど、オフロードバイクで林道を走るのも楽しそうです。ついにオフ車に興味を持ち始めたか。林道やガレ場を走れるオフロードバイクは、非常時の移動手段としても使えるし、何が起こるかわからないこの時代、一家に一台あれば、いろんなことに使えるバイクだ。それじゃ今回は、気軽に乗れる 125cc オフ車まとめをお届けするぜ。気軽に買えるかは、あんた次第。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の話の流れはこんな感じだ。どんな時でも頼りになる、オフ車紹介。国内メーカー編、海外メーカー編。です。125cc オフ車は、普段使い、林道、ツーリング、そしていざという時に頼りになる、何でもござれの実用バイクだ。それに、オフロードトレーニングは有名選手も取り入れているし、ライディングスキルアップに効果的だな。オフロードで走りを鍛えて、次の世界への扉を開きたいです。じゃ、歴代の 125cc オフロードバイクから、相棒にしたいモデル16台を紹介していくぜ。国内メーカー編。1、ホンダ XLR125R。あ、仮面ライダーファイズのバイクだ。惜しいそれは XR250 だな。XLR125R は1997年に発売された、原付2種で乗れるフルサイズオフロードバイクだ。フルサイズって、何がフルサイズなの？一般的なオフロードバイクのタイヤサイズのことで、フロントが21インチ、リア18インチだな。それに対し、小排気量でも同じタイヤサイズってことでフルサイズって言うらしい。あ、それってデジカメのイメージセンサーが、35mm 版フィルムカメラ相当になった、ってのと同じかな？そうだな。でもそれカメラがわからない人には通じない説明だけど、車両サイズは 2190mm、840mm、1175mm、シート高は 860mm で重量は 122kg だ。125cc だけど、なかなかのシート高ですね。これから紹介するモデルには、もっと高いのがあるから期待してくれ。ちなみに、サイズ、重量がほぼ変わらず 200cc 化された XLR200R も同じ時期に発表されてる。オフ車で排気量違いモデルが発表されるなんて、最近はほぼなくなりましたね。当時はそれだけオフ車が人気だったんだな。エンジンは空冷単気筒 124cc、最高出力は12馬力 9000rpm、最大トルクは 1.0kgF7000rpm だ。ガソリンはレギュラー仕様で燃費は 35.5kg、ガソリンタンク容量は11リットル、航続距離は 390.5km だな。ロゴデザインは筆で書き殴ったような書体で、CBR900RR 的な感じがお気に入りです。グバイクの中古車価格帯は、27万5000円39万8000円で7台だ。人気だった割には、中古車台数が少ないですね。すでに25年以上前のモデルだし、中古車自体も打ち止め状態らしいからな。じゃ、見つけたら即ゲットですね。2、ヤマハ DT125R。DT125R は1997年に発売されたモデルだ。こちらは2ストーフでセル始動モデルだな。XLR125R と発売時期が近いし、ガチライバル、ですかね。車両サイズは 2145mm、840mm、1225mm、シート高は 865mm で乾燥重量は 123kg だ。サイズも似てますね。大きな違いはエンジンだ。エンジンは水冷ミスト単気筒 124cc、最高出力は22馬力 9000rpm、最大トルクは 1.9kgF7500rpm だ。ハイパワー2ストは、4ストとエンジン特性が全然違うから、初めてだと乗りにくさを感じるかもしれないので、ぜひ試乗してみてくださいね。そう簡単に試乗できないと思うけど、ガソリンはレギュラー仕様で燃費は 58kg50kg H ガソリンタンク容量は10リットル、航続距離は 580km だな。そんなに走らないけどね。グバイクの中古車登録はなしだ。残念ながら1台もヒットしない。これも XLR125R と同じ理由ですか？そうだな。他の理由としては、この当時のバイクは贅沢な作りのモデルが多い。国内では古くなった小型で丈夫なオフモデルは、道路事情が良くない中東向けにガンガン輸出されたって話だな。これも見つけたら即ゲットですね。3、中国ヤマハ XTG125E。中国ヤマハってことですが、国内で買えるんですか？買えるよ。輸入車を扱うお店とか、ショップで見かけるからな。車両サイズは 2090mm、830mm、1115mm、シート高は 840mm で重量は 114kg。エンジンは空冷単気筒 124cc、最高出力は13馬力 8000rpm、最大トルクは 1.18kgF6500rpm だ。2ストと比べると、やっぱり馬力は下がりますね。それはしょうがないな。ライダーを軽量化してくれ。ガソリンはレギュラー仕様で燃費は不明。ガソリンタンク容量は 10.6 リットル。航続距離は不明。
セル指導あり、タイヤサイズは21インチ、18インチでフルサイズだ。グバイクの中古車価格帯は20万8800円41万8000円で、在庫は28台だな。コストをかけずオフを楽しみたいなら、このバイクは良い選択肢ですね。ちなみに XTZ125 と XTZ125E の違いは、セルの有無です。いいエレクトリックスターター付きがセル付きですよ。4、川崎、KDX125SR。KDX125SR は、1990年に発売されたツーストオフロードモデルだ。オフレーサーモデルの KX125 をベースに、保安部品を装備した公道走行可能な本気モデルだ。でかくてピーキーなやつ。車両サイズは 2115mm、855mm、1190mm、シート高は 860mm で車両重量は 117kg だ。この時代のオフにしては珍しい倒立サス採用、6速ミッション、バッテリーレスだ。エンジンは水冷ツースト単気筒 124cc、最高出力は22馬力 9500rpm、最大トルクは 1.9kgF8000rpm だな。さすがツースト。22馬力は当時のフルパワーですね。真っ黒でうねったチャンバーが、緑のボディに生えてるよ。はい、川崎好き発見です。ガソリンはレギュラー仕様で燃費は不明、ガソリンタンク容量は 10.2 リットルだ。グバイクの中古車価格帯は、28万5000円54万8000円で13台だな。KDX は1999年で販売終了となり、この後の川崎のオフ車は2009年まで待つことになる。5、川崎、KLX125。KLX125 は、2010年モデルとして登場したフォーストオフロードバイクだ。1990年代まで 125cc オフは各メーカーから発売されていたが、2010年代はこの KLX125 が唯一の 125cc のモデルとなった。2020年代には KLX125 もなくなり、今の川崎公道走行可能なオフ車は、KLX230S を残すのみだぜ。あの頃の人気が嘘のようです。車両サイズは 1980mm、770mm、1090mm、シート高は 830mm で重量は 112kg だ。ホイールサイズはフロント19インチ、リア16インチだから、フルサイズではありませんね。でもそのおかげで足つきが 830mm だ。オフ車の中では低い方なので、オフ入門にはもってこいだって話も聞くぜ。エンジンは空冷単気筒 124cc、最高出力は 10.2 馬力 8000rpm、最大トルクは 1.0kgF6000rpm だ。ガソリンはレギュラー仕様で燃費は WMTC46.4kg、ガソリンタンク容量は7リットル、航続距離は 324.8km だな。このモデルにはアイドルスピードコントロールが搭載されてて、エンジンの指導性を良さが特徴ですね。グバイクの中古車価格帯は28万円46万2000円で、台数は35台だな。今のところ、玉数が一番多いですね。中古の 125cc オフなら、まずはこいつから探すことになるな。6、鈴木、ジェベル125。ジェベルは1993年に新登場した、スズキのオフロードバイクだ。250、200、125の3モデルが存在する。しかも、どの排気量でもフルサイズだぜ。ユーザーに優しい鈴木。質問。はい、レイムさん。フルサイズと言ってるけど、なんでこのタイヤサイズなの？大きいと何がいいの？荒れた道が走りやすくなるからだ。走りやすいって？タイヤサイズが小さいと、ギャップを乗り越える時に引っかかって前転してしまったり、路面の穴や石にハンドルが取られやすくなるだろ？そこで、そうした道を走るのに適切だろうサイズが、フロント21インチ、リア18インチ、というわけだ。わかったかな？はいな。車両サイズは 2150mm、805mm、1125mm、シート高は 800mm で重量は 123kg だ。オフ車では珍しい大型の丸型ヘッドライトと、車体に書かれたジェベルの文字が特徴的ですね。エンジンは空冷単気筒 124cc、最高出力は14馬力 9500rpm、最大トルクは 1.1kgF8000rpm だ。フルサイズながら、ライダーに優しいシート高です。ガソリンはレギュラー仕様で燃費は不明、ガソリンタンク容量は13リットル、航続距離は不明。このモデルもセル付きなので、ぬかるみでインスとしても大助かりです。グバイクの中古車価格帯は、23万1500円29万8000円で3台だな。これも台数は少ないですね。結局、今、公道走れて新車で買える国内メーカー 125cc フルサイズオフロードって、ないんですね。残念ながらな。しかし海外メーカーには 125cc のオフ新車がラインナップされてる。新車を狙うならこちらに注目だ。海外メーカーモデルは詳細仕様の記述がないので、スペックがかなり歯抜けになっています。ご了承くださいね。海外メーカー編。7、アプリリア、RX125。RX125 は、イタリアの名門ブランド、アプリリアから販売されているオフローダーだ。2021年モデルは旧排気系を見直しユーロ5に対応。先代と最大出力は変わらないが発生回転数が低くなっている。最新モデルはカラーチェンジで今年の4月からデリバリー開始しているぜ。車両サイズは 2145mm、820mm、1180mm、シート高は 905mm で重量は 134kg だ。いきなり 900mm 超え。海外勢は容赦ありませんね。だがまだ低い方だ。
もっと衝撃的な値が出てくるから心配するな。エンジンは水冷短気筒 124.2cc、最高出力は15馬力 10,000rpm、最大トルクは 1.14kgF8000rpm だ。ガソリンはハイオク仕様で燃費は不明、ガソリンタンク容量は 6.2 リットル、航続距離は不明だな。ネット情報ではリッター35キロぐらい走るそうですよ。ちなみに、アンチロールオーバーモードって機能が装備されてるぜ。何それ？ハードブレーキング時に、リアホイールの浮き上がりを補正する機能だな。ジャックナイフしなくて済みます。グバイクの中古車価格帯は、34万8000円43万9000円で4台だな。新車価格は44万円だ。この見た目、性能なら納得できる価格です。8、ハクスバーナ、TE125。ハスクバーナはスウェーデン発祥のバイクメーカーだ。今は KTM ファミリーのブランドで、本社はオーストリアとなっている。なので、ハスクバーナのベース車は、ほぼ KTM 製だ。車両サイズは不明、シート高は 960mm で半貫総重量は 96kg。軽いですね。ガソリンなしの重量だけどな。サブフレームが樹脂製だったり、色々こだわってる。エンジンは水冷ツースト短気筒 124.8cc、最高出力、最大トルクは不明だ。ガソリン、燃費、航続距離も不明、ガソリンタンク容量は11リットルだ。おお、この時代に新車でツーストが買えるんですか？そうだ。モデルは異なるが、ヤマハの WR125R4 エンジンを搭載したモデルもあったぜ。グバイクの中古車価格帯はなし。新車価格は91万6000円な。アプリリアの2倍。このモデルはレースユースのガチモデルだからな。日本では保安部品付きで販売されるので公道走行可能だ。ゲタバイクには不向きだが、オフロードではいい相棒になるぜ。9、ファンティック、XE50。聞いたことないメーカーですね。ファンティックはイタリアのオートバイメーカーだ。サインハウスが代理店をやってたり、今はモータリスト合同会社が輸入、販売してる。サインハウスってインカムで有名なメーカーですよね。うん。インカム、儲かってるのかな？で、XE50 は名前の通り 500cc モデルだ。車両サイズは 2100mm、915mm、1420mm、シート高は 915mm でガソリン抜き重量は 83kg。500cc でもフルサイズオフ車があるんですね。しかも軽いし。エンジンは水冷ツースト短気筒 48.9cc、最高出力、最大トルクは不明。ちなみに、ヤマハの TZR50 はツーストで 7.2 馬力なので、それぐらい出るかもね。ガソリンタンク容量は 7.5 リットル、燃費、航続距離は不明だ。しかもツースト。排気音をぜひ聞いてみたい。グバイクの中古車登録はなかったぜ。新車価格は85万円だ。色々凝ったバイクなので、強気な価格設定ですね。10、ファンティック XEF125。あれ？これってシリーズ展開だったんですか？そうだぜ。50、125、250と揃っているぜ。どのモデルも車体サイズ、シート高は 915mm と同じで、重量は 108kg だ。エンジンは水冷短気筒 124.6cc、最高出力は15馬力 9750rpm、最大トルクは 1.20kgF6750rpm だ。こちらはフォーストなんですね。ガソリンタンク容量は 7.5 リットル、ガソリン仕様、燃費、航続距離は不明だな。ブレーキは前後連動タイプで、連動配分を調整する機能搭載だ。その多岐になる装備はないが、フィンテックの技術と経験が活かされたモデルだぜ。グバイクの中古車登録はゼロ。新車価格は89万円だ。50と125には保安部品キットが存在するらしいですが、公式 HP 上で見つけられなかったです。購入時は要確認ね。11、モンディアル、SMX125、エンデューロ。こちらも聞いたことないメーカーですね。モンディアルはイタリアのバイクブランドで、2022年の東京モーターサイクルショーが国内初登場だぜ。ちなみに、このモデルはアプリリアの RX125 と兄弟モデルだ。車両サイズは 2140mm、825mm、1250mm、シート高は 1020mm で乾燥重量は 124kg だ。シート高、間違ってない？一応公式サイトで確認したんだけどな。合ってるはず。エンジンは水冷短気筒 124.2cc。最高出力は約 13.5 馬力 10750rpm、最大トルクは約 1.07kgF8000rpm だ。エンジンのボアストロークや出力は RX125 と全部同じですね。ガソリンタンク容量は 6.3 リットル、ガソリン仕様、燃費、航続距離は不明だな。これも同じですね。グバイクに中古車の登録はなし、新車価格は22年モデルで45万7600円だ。アプリリア RX125 が44万円だから、1万7600円高いですね。12、SWM、RS125、R ファクトリー。あれ、次もモンディアルですか？いや、なんとなくスペルが似てるが SWM はメーカー名だ。1971年創業のイタリアメーカーで、国内では馴染みがないが、イタリアやヨーロッパの選手権ではお馴染みのメーカーだ。ガスガスみたいな？それはスペイン、カタルーニャのメーカーだな。ちなみにガスガスの 125cc モデルは、競技用しかなかった。車両サイズは 2236mm、820mm、1230mm、シート高は 950mm で乾燥重量は 117kg だ。これでも今回紹介モデルでは2番目の高さ。エンジンは水冷短気筒 124.7cc。
最高出力は約 14.9 馬力 15,500rpm、最大トルクは約 1.1kg/F8500rpm だ。ガソリンは廃屋仕様で燃費は不明、ガソリンタンク容量は 7.2 リットル、航続距離は不明だな。グバイクの中古車登録はなし、新車価格は56万9800円だ。AJP、PR4、エンデューロプロ、125。AJP は本拠をポルトガルに置くメーカーだ。設立は1987年と他のヨーロッパメーカーに比べるとちょっと若い。若さは大切。特徴は、本格派モデルだがリーズナブルな価格設定だな。車両サイズは不明、シート高は 920mm で重量は 116kg だ。エンジンは空冷単気筒 124cc、最高出力は 12.6 馬力 8500rpm、最大トルクは 0.8kg/F8000rpm だ。現行オフ車で空冷はちょっと珍しいですね。フィン付きのエンジン、キャブレター仕様なので見た目もかっこよくて好き。ガソリンタンク容量は7リットル、ガソリン仕様、燃費、航続距離は不明だな。このモデルの特徴は、ガソリンタンクがリアにあるってことだな。その分車高が高くなってますね。グバイクの中古車登録はなく、新車価格は68万3430円だ。標準装備でリーガルキットが付属しているぜ。14、ベータ、RR、4T、125LC。ベータマックス。あ、言っちゃった。ベータはイタリアのメーカーで、エンデューロ、トライアル、モトクロスモデルを専門としているメーカーだ。KTM やスズキと協力関係を築いて、オフ車以外も手掛けているメーカーでもある。車両サイズは 2215mm、820mm、1215mm、シート高は 925mm で乾燥重量は 102kg だ。エンジンは水冷単気筒 124.6cc、最高出力、最大トルクは不明。ガソリンタンク容量は 8.8 リットル、ガソリン仕様、燃費航続距離は不明だな。エンジンは欧州ヤマハからの供給で、可変バルブタイミング装備。ユーロ5対応しており、スリッパークラッチも搭載だ。グバイクの中古車価格帯は、49万5000円68万2000円で2台だな。新車価格は62万円だ。海外勢の中では、ちょっとお高めですね。しかし、これから紹介するバイクはもっと高くなるよ。なんですって？ 15、ベータ、RR、2T、125LC。同モデルでツーストタイプもあるんですか？ベータのオフロードバイクはバリエーションが豊富だ。ぜひ一度サイトを見てみるといいぜ。車両サイズは 2167mm、807mm、1270mm、シート高は 930mm で乾燥重量は 94.5kg だ。エンジンは水冷ツースト単気筒 124.8cc、最高出力、最大トルクは不明だ。ガソリンタンク容量は10リットル、ガソリン仕様、燃費、航続距離も不明だな。金色に輝くイモチャンバーがツーストの証、リーガルキット付属で、ナンバー登録が可能です。グバイクの中古車登録はなし。新車価格はなんと、100万円だ。ついに 125cc オフが100万突破。これはナウなヤングなライダーや、エキスパートライダー向けだぜ。何それ。でも、価格がどこまで上がるのか、気になります。16、シェルコ、SE125、ファクトリー。シェルコは1998年にフランスで創業した、オフロードバイク中心のメーカーだ。コーポレートカラーはブルーで、工場や事務所の色々なところに使われてる。それだけで個人的に好感度アップです。SE125 にも効果的に使われていて、赤系が多いオフ車の中では珍しいカラーですね。オフの青といえばヤマハだけどな。車両サイズ、重量は不明、シート高は 950mm。エンジンは水冷ツースト単気筒 124.8cc、最高出力、最大トルクは不明。ガソリンタンク容量は 9.7 リットル、ガソリン仕様、燃費、航続距離は不明だな。カーボンカバー付きのチャンバーがなんとも言えず渋い。グバイクの中古車登録はなし、新車価格は114万4000円だ。出ました。今回の紹介車種の中で一番の高値の花。さあ、今回の紹介は以上だぜ。補足だが、今回紹介したバイクには保安部品が準備されており、ナンバー取得ができるモデルだと記載があった。実際の購入時は、必ずショップに確認してくださいね。じゃ、今回はここまでだ。お次はまとめです。まとめ？今回は、かなりマニアックなバイクたちの紹介になりましたね。そうだな。後半紹介したメーカーは、ほぼ初耳だったし。オフロードの世界ってのは、奥が深いんですね。小さい頃 BMX に憧れた子供としては、土煙を上げてコースを走る姿にめっちゃ憧れます。ツーストの甘いオイルの香りを嗅ぎながら、土の上を爆走してみたいです。じゃ、オフロードコースへ行ってみますか。マジで？では、今回はこの辺で。それでは、See you!